皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださり、とても励みになっております。ありがとうございます。それでは今日のリーディングは、私を選んで生まれてきた理由ということでリーディングしていきたいと思います。それではいつものように、カードを一旦広げてエネルギーを読んでから、3枚、今日はラビットちゃんで、ホワイトラビットちゃん、グレーラビットちゃん、ブラウンラビットちゃんの選択肢でいきたいと思います。はい、それでは広げていきます。今日はシークレットランゲージオブライトオラクルカード、私が宇宙のカードと呼んでいる、勝手に読んでいるカードでございます。こちらはね、メッセージ性が高いので、今日はこちらが参上してまいりました。では、いきますね。はい、広げていきます。はい。ということで、こちらのカード、3枚選んでいきたいと思います。その前に、浄化していきます。今日こちらの動画にたどり着いていただけたご縁と、私自身が、このリーディングをできる心と体に感謝して、カードと意識と空間の浄化をしていきたいと思います。では、はい。それでは今日も高次元からメッセージをもらっていきたいと思います。はい。3枚選んでいきたいと思います。ではでは、いきます。送りましたかね？くれましたかね？はい。ではでは、いきます。はい。こちらがホワイトラビットちゃん。はい。こちらがグレーラビットちゃん。はい。こちらがブラウンラビットちゃんでございます。はい。こちらの3枚で今日はこちらの3枚を選択肢にしてリーディングしていきます。はい。それでは、直感で1枚選んでいただくか、うさぎちゃんかカードからですね、直感で選んでいただくか、選べないよという方は2つ見てもいいかなと思いますし、3つ見ていただいて、全部見て、自分に必要で心地よくて気づきが感じられたメッセージをお受け取りいただければ嬉しいです。それではオープンしていきます。だったら、はい。それではオープンしていきたいと思います。だったら、ルルルンルン。ホワイトラビットちゃんでございます。はい。ホワイトラビットちゃんのお顔はこんな感じでございます。はい。グレーラビットちゃんはこんなに可愛いです。あ、みんな可愛いんですけどね。タラララン、タラン。おー。はい。こちらがグレーラビットちゃんです。はい。ブラウンラビットちゃん、こちらでございます。こちらも可愛いですね。タラララン、オープン、タラン。はい。こちら、ブラウンラビットちゃんです。ちょっと期間が空いてしまったので、春休みでして、時間が取れずにいました。お待ちいただいていた方、ごめんなさい。そして今日見ていただいて嬉しいです。それではこの3択でリーディングしていきたいと思います。準備します。はい。それではホワイトラビットさんを選んでくださった方のリーディングからしていきたいと思います。いつものように大天使オラクルカードで、2枚、
あなた様の特徴を見ていきます。待ってください。よしてください。同じようなカード。はい、読んでいきます。結構これ今日ね、同じ感じで出てきていて、お顔もそうですね、朗らかな感じっていうのは伝わってくるんですけど、なんかね、本当に天使っていう、感じに入ってきますね。もう一枚もらいたいな。今日はこちらのラブオラクルカード1枚引きます。そうですね。どちらかというとこう女性としていつも輝いていたいという言葉が今入ってきましたね。今日ね、こちらの選択肢のカードもとても力強い光を放ってたんですよね。で、そう、なんか目には見えてないかもしれないんですけども、後退しているようで、実はめちゃめちゃ目には見えてないけど前進はしているという内側の革命みたいな感じですね。インワードレボリューション。その言葉と結構こう被るというか、内に秘めた魂のこう強さはすごくあるんだけれども、こう外に見せてる顔っていうのはね、天使ちゃんみたいにこう穏やかでっていう感じが入ってくるんですよね。母性愛に溢れてるとかね、それこそナースさんだったり介護士さんだったり、こう白い仕事服着てる方多いのかなっていうのも入ってきますね。保母さんとかね、子育てしている方やそういった保育に関わって子供に関わっている方も多いのかな。天使っていう言葉が結構大きくて、ただね、日頃こうお疲れな感じがこの青からね、2つとも青っていう感じで、疲れている、癒されたいっていう言葉もかなり入ってくるんですよね。そう、いつも本当はね、女性で可愛らしくこう、思い描く女性像みたいなのあると思うんですよね。あったって言った方がいいですかね。ちょっと思い出せないかもしれないですね。忙しくてというかね、自分に目をやっていなかったという方もいるのかなっていうのが、ここからもうすでに入ってきていて、なんかね、自分にこう、マジックをかけてるっていうかね、ここにマジックって書いてるんですけど、そう、この地球で生きていくために、本来の自分に何か被り物をさせてね、ビシバシ動いてる感じっていうかね、入ってきますね。頑張って働いてますっていう、その、本来のね、その穏やかさとかをこう持ってしまう、見てしまうと、今の自分のその働きができなくなるっていうかね、そういう感じで結構入ってきますね。ね、見るからに本当は穏やかな方だと思うんですけれども、今ね、少しこう、お顔険しくなってるかもしれないですね。自分で思ってる以上に。そう、遠くを見ている感じが入ってきます。はい。じゃあ現状を見ていきますね。今日はタロットで見ていきます。小禅タロット使っていきます。3枚ください。何かね、比較の
周りの人と比較したりね、同僚と比較したり、思考がね、先に動きすぎていて、こう、お花を見る勇気じゃないな。お花を見る時間もないとかね、そんな感じですよね。そう、もっとね、ゆっくり進んだら、もっとゆっくり進んだら自分らしくなれるというか、自分の望むものは手に入るというかね、分かっているんだけれども、外側のね、外側の方と比べる自分っていうところに、フォーカスしてしまっている自分がいらっしゃる。もうね、虹も見えてどうしたらいいのかっていうのはね、分かっているし、急いでもないんだけれども、このまま行くと、自分の望みって何なのかなみたいな感じですよね。何かこう手放してしまいたいとかね。そしてこう頑張ってない自分にとても罪悪感を感じてしまう。なのでゆっくりすることができないとかね、そんな感じで今日は入ってきますね。はい。ではでは、あなた様がご自身を選んで生まれてきた理由ということで、今日どのカード、そうですね。ではこちらの、亡くなった方とかね、ご先祖様からメッセージもらうこちらのディバインカード3枚もらっていきますね。2枚でいい。はい。2枚でいいって言われましたね。はい。本当のあなた様っていうのは、本当に非常に穏やかで、うちにあるものっていうものが、こう、この世界でいう、こう、スピリチュアルなこととかね、そういうことに対しても、ガイドする側、そう、ガイドする側なんですね。引っ張っていくというかね、みんなで、楽しく幸せに生きていくためにつながっていこうよ、みたいな、声が聞こえてきますね。本当ですので、こう今ね、忙しくてあまり目を向けられていない自分の心がね、本当の自分に気づき始めた時にはですね、その本当の穏やかさとかね、今日このカードが結構強くて、自分のね、心の温かさとか、穏やかさとか、みんなをリードしていく。仕事でね、リードしていくっていうのももちろんリーダーとして、男性性的にね、な部分でたくさん動いて、たくさん頑張って、引っ張っていってらっしゃると思うんですけれども、そういった方多いのかなと思うんですけれども、その穏やかな本当のあなた様に気がついた時っていうのは、気がついていかれる。ですので、あなた様があなた様を選んで生まれてきたのは、実はみんなを引っ張っていく。それは心のこう引っ張りなんですよね。こう心を、皆さん言う次元上昇とかね、いろいろ言葉はあると思うんですけれども、頑張ってね、忍耐だ、努力だ、もちろん悪いことじゃないです。それでいいんですけれども、それが本当に心地いいかっていうところ、を、
結構この2枚だったらこれだ。この、ずっと思考でね、動いてきていることによって、結構感覚がもうすでに麻痺している。忙しいのも当たり前だし、疲れてるのも当たり前で、家事するのもそうだし、結婚してらっしゃったりね、時間がないとかっていうのもそうなんですけど、一旦ね、手放したら楽なんだけれども、手放すことにさえもすでに罪悪感があるので、本来の自分の持って生まれてきた魂のやりたいこととかね、明確なこととか、もちろん生活にね、お金必要ですし、そのお仕事に対してもね、好きでもちろん選んだ方もいらっしゃって、その待遇とかにも文句もないよという方もいらっしゃるかもしれないんですよね。疲れているけれども、そこじゃないんだよねっていう、その仕事を辞めるとかそういうことじゃないんだよねっていう。ただただ心が、疲れている。心も疲れている。もちろん体もですね。頭痛多い方とかもいらっしゃるのかなと思いますし、腰痛っても聞こえてきますね。ですので、あなた様がね、今世このご自分をね、私が私を選んできた理由っていうのが、まずこちらのカードね、あなた様は誰かと比べなくても唯一無二一人だけなんです。顔も性格も人生もあなた様にはあなた様の人生がある。誰かと比べようとすることで、比較が生まれて、ジャッジが生まれて、苦しくなっているということにまず気づいてあげてくださいということです。そしてあなた様は生まれてきた時にもうすでに価値があって、頑張らなくても誰に愛されても、頑張らなくても親にね、例えば生まれた時からですよね、親とか周りの人を喜ばせる必要もないんです。自分が喜んでいることをしていればということをこちらのカードも伝えてきてくれていて、もっとゆっくり生きたいっていうのがね、このカードから入ってきて、ご自身でどうしたらいいのかっていうのはもう明確に分かってらっしゃるんですね、このカードが。ですので、今世ね、なぜ生まれてこの今の目に見えての肉体を持って生まれてきたかっていうのは、毎日どれだけ心地よく生きていけるかっていうこともあるんですよね。そして周りの人をガイドしていく立場にいらっしゃる。ですので結構スピリチュアルなね、能力が開花してきている方、目覚めの時にいる方というかね、覚醒とかね、いろいろいますけども、そういったところにいらっしゃる方も多いのかなと思います。ね、こちらのカードもですので、そういう覚醒とか目覚めとか起こる時っていうのは、思ってる以上にパッて晴れて自分らしくなったと思ったり、また一旦引き戻されたりというかね、そういう揺らぎの時期っていうのも結構あって、その時期にいらっしゃるっていう方も多いのかなと思うんですよね。ですので自分らしくなったかと思えば、やっぱまだなってないわみたいな感じを何度か繰り返していくうちに、パッて俯瞰してね、自分を見れる時がやってくるというような感じで出てるんですよね。メッセージ来てるんですよね。ちょっともう一枚もらおうかな。そうなんか地球を楽しむっていうかね、生き急がなくてもいいっていうかね、時間与えられた時間っていうかね、皆さん見てる年代違うと思うんですけれども、今ここを生きる
こう先々のことを考えるとすごくこう、不安に思うこととかあったりすると思うんですけれども、今ここの幸せを感じることで、あなた様との花が咲かせられますよっていうことなんですよね。もうちょっと深く掘るかな。なんかスフィアオラクルで2枚もらっていきます。もっと華やかにですか。もっと華やかになりたい。何か趣味とかものとか。本当のあなた様はもっとやりたいことがあるということをやはり明確に分かっていらっしゃるという方も多いのかもしれないですね。ですので、そしてもう恋愛で悩んでいる方もいらっしゃるのかな。あなた様は非常に深い愛を知りに来ています。ですので、一人の人に執着してしまっているという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、執着は決して悪いことではなくて、それだけ人を好きになったっていう証拠ですので、時には執着することもよしです。よしとするというかね、そんな自分も褒めてあげるというか、そんな自分で OK なんですっていうね、そんな時もあるのはね、必ず人なので、そういうそれもこの一つの由来にというかね、その一進一退、2歩ぐらい進んで一歩下がってを繰り返しているような感覚あるかもしれないんですよね。ただご自身が地球を楽しむとかね、このハートとかもそうなんですけれども、愛を知るっていうのが結構大きくて、そのガイドっていうのも、お相手様がガイドだったりもする場合もあるし、それに導かれている方もいれば、深いですね。お相手そう、自分も周りの人たちをガイドする側になっていくんですけれども、今あなた様はお相手様に導かれてというかガイドされているということもあるんですね。じゃ恋愛まだしてないよ、今恋愛中じゃないよっていう方であれば、魂がね、やりたいことを明確に、することで恋愛の花も咲きますよというふうに伝えてきてくれてるんですね。恋愛いいよ、恋愛は必要ないよっていう方は、本当にその人間関係によって、これから出会う方、人間関係によって、あなた様の仕事も開花していきますというふうに伝えてきています。ですので、あなた様がね、この時代にね、ご自分を選んできたのは、ここからご自分が、自分の波動が軽くなるとかね、いろいろ次元上昇とかいろいろあると思うんですけれども、この地球にいてどれだけ綺麗な花を咲かせられるかっていう、花っていうかね、魂の思う生き方、魂が生まれてくるときにこういう生き方がしたいっていう生き方を、していくために、していくためというか、皆さんをガイドしていく、力を得るために、今、もがくというかね、苦しい時期にいらっしゃる。きっと明確にあと、女性、男性、どちらも、女性であれば本当に女性らしく生きたいとかね。男性であれば本当に男性らしく生きたいとか、
女性でいきますね。女性であれば本当に女性性が男性性が強くて、この穏やかな内なる声、内なる自分の魂はとても穏やかでお優しいんだけれども、穏やかで優しい。自分の魂の望みを叶える生き方はされていないので、ですのでどちらかというと女性性が弱めで自分のエネルギーが枯渇しているのにみんなに尽くしてるとかね、そういう方が多いようなんですよね。ですので今世皆さんをガイドしていくあなた様になっていかれるので、それは特にそのスピリチュアルなことをしていくということだけではなくてですね、例えば女性で管理職になってもこう昇進していっても心を大事にしていく働き方という意味でのガイドという意味です。特にその仕事のジャンルは問わずですね、お客様に対してでもそうなんですけれども、接客している方であっても、そのご自分にある愛を皆さんに与えるというかね、その愛で接するというところをしに来ているんだそうです。そのことによってあなた様のその魂が望んできたその優しさ、内なる声に従った生き方、ができていく。そのことであなた様が解き放たれたようなね、こう自由な感覚を得ていくんだそうです。そうすることで本当に自分もハッピー、周りもハッピー、そしてハッピーなことしか起こらない、ハッピーな人しか寄ってこない。もちろんね、全然関係ない時に少しねネガティブな要素があることが起こったとしてもすぐに立て直せる自分になっていくんだそうです。ですので今、一番ね誰と比較してますかね。なんか自分でね気づいていないかもしれないけどかなり比較が強いと伝えてきてくれていて、ですので結構このカードたちがね、それらを手放すというところにあなたは来ていますよと。手放さないことには、もちろん特にね別にすごくガイド しなくてもいいよって思うかもしれないんですけども、それが自分が望んで実際は生まれてきているので、そこでこうギャップというかね、自分のこの心が思っている、心の中魂が思っていることと表面的に出てきている思考が、バランスが取れていないので、ぐわーって苦しくなったりね、泣きたくなったり、怒りたくなったりするんですね。その怒っているのもご自分に怒っているんだそうです。周りの人に怒っているようで、実は、周りの方はあなた様が思っている以上にあなた様に何か気づきを与えたくて怒らせてると言ってもいいくらい、一旦やめましょうっていうのを伝えてきてくれてるんですね。ということなんですね。ですので、ご自分のね望みは本当は何なのかなとかね、少し考える時に来ているのかなっていう感じはしますね。そう、深い愛を知る、深く女性として輝くとかね、その男性だったら男性として輝くとか、自分が望むその母像でも、女性像でも人間像でも、人間像って言った方がいいのかな、少しこう、そうですね、自分がこう少し瞑想してみたりとかね、瞑想するまでいかなくても、内観って言うんですけど、少し目を閉じて座ってみて、椅子に腰掛けて何も考えない時間を作った時に、パッと何か浮かんでくると思うんですよね、言葉が。その時って
私何したいんだろうなとか、何やってるんだろうなとか、いろいろ言葉が浮かんでくると思うんですけど、その時、何やってるんだろうなとか、無になれなくてもいいです。無になれれば一番いいんですけど、無にならなくて、なんか言葉が浮かんできたら、ああ、私って今そう思ってるんだ。そんな自分もいるよねっていう、認めてあげるっていうのを一旦やってみて、その後に、考えついていた、その思考、頭で考えている、浮かんできた文字を書いてみてください。特にそれがね、ネガティブな要素があっても、その時は、それもよしです。書いてみて、自分にはそういう癖があるんだっていうことを一旦気づいてほしいということですね。癖なので、治るんですね。ですので、悩み癖があるだけなんですよ。で、悪い方に考えてしまう、エゴの声を特に強く採用してしまうという癖があるということを今日伝えてきてくれていて、それらを手放していったときに、あなた様は周りの人をとても大きくガイドする存在になっていきますと。そしてそのガイドする存在になっていくのを今世で自分の肉体を持って生まれてきたということなんですね。そんなことないよって思ってらっしゃる方も、実はその要素っていうのはすごくたくさんあって、ちっちゃい時にね、本当は主役をやりたかったとかね、例えば。なんか引っ張っていく役をね、部活でキャプテンになりたかったとか、そういうタイプじゃないなと思ってたかもしれないですけど、ちょっと心の中にあった方もいると思うんですよね。引っ張っていきたいというか、まとめていきたいとかね、そんな思いが結構入ってきていて、そうすることで、その心をね、大事にしたリーダー像みたいなのがすごく見えていて、みんなで幸せに、みんなでその心地よさを味わっていきましょう。そうしていくことが私の幸せでもあり、皆さんの幸せ、周りにいる方の幸せでもあるということを、今日伝えてきてくれていますね。そのマジックっていうのもね、自分にかけたそのマジックっていうのを、別な方向にね、本来の自分になるためのマジックに変えてみるということでございますね。そっか。最後にこのクリスタルオラクルカードで1枚もらっていきたいと思います。なんかね、今日25。天気が良くて、皆さん花見してるかな。アナンダライト。宇宙意識。そうですよね。なんか結構宇宙意識を経験するためにこの世にいますっていうメッセージなんですよね。あなたの目標を変えて新しい方向性を求めてください。あなたは今非常に明晰な視覚を持っています。古いものが剥がれ落ち、骨の髄まで暴かれても絶望しないでください。新しい光が吹き込みます。あなたが気づきを変えれば人類は量子的なシフトを経験するでしょう。覚醒は今ここで起こりますということなんですね。本当に、言いたいことが全部詰まってるような感じなんですけど、今なので覚醒ねしていくために、なんかちょっと前に進んだり、後ろに下がってしまっている感じがしたりとかね、ちょっと苦しい時期にいらっしゃると思うんですけども、実はあなた様は、スピリチュアルだけじゃなくて、もちろん会社員としてでもしかしたら本当に会社とかそういうのをやめてスピリチュアルな感じとかね、そういう心を大切にするようなお仕事に
向かっている方も多いんだと思うんです。ただそこだけに縛られることもなくて、っていうことも伝えてきてくれているので、急にね、何かガラッと変えるって難しいと思うので、少しずつ覚醒していく中で、自分が今できる最善の、気づきを与えてくれる導きっていうのが来ていますよっていうのも伝えてきてくれていて、このカードが。なので本当に目覚めって感じがしますよね。そう、その目覚めていった先にはですね、自分がリーダーになるというかね、何か皆さんを引っ張っていく存在になっていくんだということでございます。まずは、誰と比較しなくてもあなた様には価値があります。例えば恋愛で悩んでいても、お相手とうまくいってない。お相手からの、例えば、こうだから一緒にいれないと言われたとしても、あなた様の価値には全く関係ないんですね。お相手が気づいていないだけで。そして戻りたいとすれば、それも戻ることも可能です。結構ね、お相手様も、なんか、お好きなのに来れないんですもんね。なんか結構情熱的ではあるんだけれども、みたいなのが入ってしまいます。なんかね、前に進めない、隠してる部分がね、ちょっとあるので、進んでないだけで、本当はね、そう、本当は、とても大事に思ってるんですよね。というのも聞いてます。はい。ということで、恋愛も含めてなんですけれども、お相手様にガイドしていて、うまくいってなくて苦しいっていう、逆にね、ガイドされていて、実は。で、一緒にいたら、あなた様がガイドする役目を果たせないから今の状況が起こっているっていう方もいらっしゃるので、目に見えてる現実っていうのは、いい悪いっていうのは、その時点では実は分からなくて、今一緒にいらっしゃらなくても、人間関係が離れているお仕事でもね、人間関係でちょっとうまくいってないなっていう方であっても、自分に気づきを与えてくれている存在という目で一度見てみると、実は自分にとってネガティブな要素があったわけではなかったんだって気づくこともありますよとね、このカードも伝えてくる。なので、ゆっくり、急がないっていうことがまず大事って伝えてきてくれているので、そんなに急いでね、なんか誰かのガイドしようみたいな感じにならなくてもよくて、ゆっくり目覚めていっているので、心配しないでくださいね、と。そしてそういう役目があって生まれてきたので、ちょっと頭の隅にね、置いといて、ここからね、どういう人生が来ても最善、最短、最善良きタイミングで全てが動いている。今辛い状況があったとしても、それは自分に必要で、必要なタイミングで今起こっているだけなんだという意識でいてくださいということでございます。はい。ということで、ここからガイドするにあたってですね、ご自身の心をハートでいっぱいにしてください。やはり、慈愛ってよく言いますけれども、自分を愛することがね、基本ですね。本当に。自分に情熱を持ってください。自分の花を咲かせてください。自分の大事なものを、自分の大事なもの。そう、自分の魂の望むもの。そこまでいかなくても自分自身をね、大切にできるのは自分だけなので、唯一無二の存在、この器を持って、この肉体を持って生まれてきたのは、あなた様という、そう、性格もね、含めてね、時々ね、強く言っちゃったりすることもあるかと思うんですけれども、そういうのも含めて、周りの方とね、学んでいくために持ってきたものですので、何よりも自分を責めないっていうところですね。そう。
自分をプロデュースですね。なんか今来ましたけどね。自分をプロデュース。自分ってどんな自分になりたいのかっていうプロデュース、です。少し時間をとってですね、1日5分でも自分と向き合う時間とかね、自分を褒める時間とか持っていくことによって、お相手様のことで悩んでいる方もお相手様から連絡が来たりとかね、今もうちょっとで水面下でね、いろんなことが解き放たれていくというかね、自分が手放すことによってね、思考で起きていることを手放すことで、ぎゅーっと苦しんでいたことをね、なんで苦しいんだろうからちょっと気づきを持ち、ああ、こういうことだったんだなっていうところを気づいていかれることで、この手がつながっていくと。そう。お相手様とも、やはり自分を愛することでつながっていけると。結構ね、覚醒していくところにいらっしゃるので、本当になんか、いろいろね、そう、宇宙意識なんですよ。本当に今の次元、完全に次のステップへの、気づきの時間を迎えてらっしゃるので、苦しい方も、それを気づきに変えていく力があなた様にはありますよと伝えてきてくれています。はい。何か少しでも言葉が伝わっていればなと思います。最後まで今日もご視聴いただいて本当にありがとうございます。また、次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も皆さんにたくさんの愛と癒しの光が降り注いでいます。ありがとうございました。ここからの時間も安心してお過ごしいただければと思います。はい。それでは、グレーラビットさんを選んでくださった方のリーディングを始めていきたいと思います。私が私を選んで生まれてきた理由ということで、まずは大天使オラクルカードであなた様の特徴を見ていきます。楽しむことが好きって聞きましたね。楽しむことが好き。子供さんいらっしゃる方もいるのかな。できます。子供さんいらっしゃる方、子だくさんを結構望んでいる方とかね。たくさんいる方。結構ね、行動的な方が多いようですね。思いついたらすぐ動いたりとか。欲しいものは結構すぐ買っちゃったりとかね。する方が見てらっしゃるのかな。もしくはそうしたい。すぐ本当は欲しいものバンバン買っていきたい感じのが入ってきますね、今日は。行動力、決断力がある方が結構見てるのかなと思います。お洋服とかね、その身なりを整えるといったところでいくと、すごく綺麗にね、おしゃれにセンスがいい方が見てらっしゃるんだなっていうのも伝わってきますね。はい。素敵な感じが、オーラがあるみたいなね、感じで入ってきますね。では現状、今日はタロットで見ていきます。正禅タロット3枚も入ってきますね。結構逆できますね。
あなた様、もうすでにたくさん持ってらっしゃる。もういっぱいあるんだけども、満足できないみたいに入ってきますね。そう。ね。なんだろう。何でも持ってるっていうかね。いや、そうじゃないよっていう方であっても、まあ、一通り持ってるっていうかね。一通りっていうのかな。なんか、結構持ってますよね、いろいろね。なんか、まあ、欲を言えばっていうのはいろいろあるかもしれないんですけど、結構ね、あとこう、お洋服の、収納ボックスにもう入らないよとかね、かけるとこないよとかね、そういう意味でのもう持ってますよねっていう。収納ボックスっていうか、クローゼットがめちゃめちゃいっぱいなのが入ってきて、ちょっとワオって思っちゃったんですよね。結構そういう方は多いのかな。あと断捨離できないとかね。そうそう。お片付けが苦手というのもあるかもしれないんですけど、なんかいっぱいあるけどもっと欲しくなっちゃうっていうのが結構来ていて、そして誰かにね、そういう差し出したいんだけれども、愛も。それもなんかちょっと自分の中に閉じこもっちゃってる感じも入ってくるんですよね。で、こちらが、こっちもな、今日は目覚めの時って感じでこれも入ってきますね。眠っていた力が呼び覚まされている感じがきますね。そしてね、今日こちらの選択肢のカード、こちらもこちらは、あなた自身の光を輝かせてくださいって言ってるんですね。ですので、ここで結構、物を持ってるから輝いてるとかね。なんかいっぱい着飾らないと、いけないというかね。着飾らないと、モテないとか、例えば、好かれないとか、何か、他人からのね、評価とか判断とかで自分の価値をね、見つけ出そうとしてる。周りの人からの、望むものになろうとすると、自分を縛ったり苦しめてしまいますよっていうこちらのカード出てるんですよね。それを手放していくときに、こちらの目覚めが起こっていきますよと、ご自身のね、魂の望みが明確になっていきますよっていうふうに今日こちらのカードが伝えてくれてるんですね。じゃあここから私を選んで生まれてきた理由をご先祖様とか亡くなった方からメッセージもらうカードでもらっていきます。結構ね、これももう、活動的とかね、決断力とかいろいろ出てきていて、もうたくさん階段を登ってるんだけれども、もっと登んないと、もっと頑張らないと、っていう、ことが入ってくるんですよね、これからもね。あなた様は今世この地球に来た理由を、実は自分が一番理解しているんだそうです。そう、ご自分が何者にもならなくてもいい。自分は自分だ。という声が結構きますね。結構ね、
自分は自分で情熱があって進んでいくべき方向とかも分かっているんだけれども、例えば子供がいるから、母だからという言葉で自分を親だからとかね、父だから、あとなんだろう、こういう職業だからで縛っているという方が多いようですね。もう一枚。そう。子供欲しい方もいるんですね。子沢山って先ほど出てきたんですけども、その子供をたくさん育てていきたいっていう思いでこちらに地球に来たんですね。だから結構子供を作ることに焦っている方もいらっしゃるのかもしれないですね。もしくはもういらっしゃって、子供のためにと思いすぎていて、疲れている方。結構ね、こう、子供、私も今中学になる子がいますけれども、なんかこの地球というか、社会のね、教えに従って生きさせていこうとすると、子供を縛って自分も縛って、本当に欲しかった子供なのに、育児が辛かったりとか、周りの人にどう思われるかの方が大事で叱ってしまったりとか、っていうことが多くなっていくんですよね。それも決して、ご自身がそれでね、良しとしているのであればいいと思うんですけども、本当は優しいお母さんになりたいとかね、お父さんになりたい、楽しいファミリー、例えば、思春期だったらね、特にこう、怒ってしまったり、ぶつかってしまうこともあると思うんですけれども、ここで言われているのは、あなたは子供をたくさん産んだり、これから産むことで、育てていくこと、産めない男性であっても育てていくことで、この地球に学びに来て楽しもうとしているんですね。あと学校の先生とかね、教える立場になって、そういう学びをしていらっしゃる。なので保育士さん、学校の先生っていう方もいらっしゃるのかな。塾の先生とかって入ってきましたけど今。でちょっと悩んでりとかすると思うんですけれども、塾の先生とかはね、お仕事なのでまたちょっと話変わってくるのはちょっと置いといて、本当にただ親として子供を見ている方であれば、少し無責任に聞こえるかもしれないんですけど、実は産むっていうことが本当に、この地球に産むっていうことがあなた様の役目であって、子供にはね、やっぱり子供の個性、学びたいと思ってきた出来事っていうのがもうあるので、少しずつでもね、信用するっていうところに、信頼するとかね、そういうところに目を向けてくださいとこのカードが伝えてきてくれてるんですよね。辛いことが起きないようにネガティブな要素を取り払おうとして一歩一歩ね進ませる人生ではなくて、それも一つの人生だよという考え方をしてあげたらどうでしょうっていうふうにね伝えてきてくれていて、そうあなた様自身が実はたくさん持ってるもそうなんですよね。何かストレスに感じて物をたくさん買ってしまったりね。それは今子育てで言ってますけども、子供ができないことで、例えば妊娠できないことで何か買ってしまったりとか、たくさん食べてしまったりとかしている方もいらっしゃるのかな。ただそうではないよと。恋愛でいくとこれは母のカードでもあって、お母さんになりすぎちゃうんですね。そのことで自分を苦しめているという方もいらっしゃるんですね。そしてそれから変わりたくてこの動画にたどり着いていただいた。目覚めたい、自分らしく生きたい。目覚めるって自分らしく生きるってことなんですね。自分の魂の声に従って自分らしく生きたい。
もっと軽く楽に生きてもいいんじゃないかと。そう。なんか努力して相手に好かれようとかね、例えば。努力して仕事をしすぎて体を壊すとかね。そういうことではなくて、忍耐でもなくなってきた時代だってことに気づき始めた方がご覧になってるのかなと思います。もちろんお子さんもね、結構何歳になっても産める時代になってきたので、望んでいる方であれば、望めば、お子さんについて。いや、ちょっと働きすぎな方もいるのかな。そう。ちょっと、少し時間に余裕を持って生きるというかね、ふうにこのカード来てますね。でも妊娠望んでいたら妊娠はしていきます。していけます、しますね。もう待ってる様子が入ってきてるので、妊娠して子供を産むにしても、そしてその地球を楽しみに子供を育てたくてというふうに生まれてきてるんですけども、妊娠して出産してもですね、自分の人生なんだけれども、やはり子供さんがいることによって思い通りにはやっぱりならないんですね。そして自分っていうのはすごくブレていく。そして私も離婚経験もあるので、そして離婚してしまう。そうなってほしくないのでこのリーディングも始めていて、ブレない自分っていうかね、その自分らしく生きるっていうところに今回気づいてほしいっていうふうに伝えてきてるんですよね。誰かから愛されるために何か過剰に反応したり過剰に何かするっていうことを、結構これ過剰っていう意味もあって、やめていきましょうって。それ本当に自分でしたいことですかって心にいつも問いかけてあげてくださいみたいなのが入ってくるんですね。そう。そうですね。結構そこが今回伝えたいことなんですね。ですので、子供、恋愛、ちょっとじゃあロマンスで1枚もらっていきます。過去世からね、つながりがある方との今恋愛を結構していらっしゃる方が見ていらっしゃって、一緒になりたいとかね、その人の子供が欲しいとか授かりたいとか、一緒にもういらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、あなたのハートを大事にしましょうの次に来る言葉をください。深いところでめちゃめちゃつながってる恋愛してますね。今一緒にいる方もいらっしゃらない方も。だからこそ、あなたがもっと自由に自分を解放していくことを促されてるんですね。そう。このカードも言ってる、誰かの評価を得て、誰かの望むものになろうとして自分を縛り付けたり苦しんでいるその姿を解放していかないうちは、お相手様との状況も良くならないっていう方もいらっしゃいます。ですので、本当に今目覚めていくところにいて、子供をね、たくさん育てたいっていう方、子供たくさんじゃなくてもね、一人でもいいですけど、家族を持って幸せに生きていきたいっていう思いが強いようです。それは前世できなかったという方もいらっしゃるようです。ですので、一歩一歩ね、自分が何を欲しているのかっていうのを、無理してなかったか、何か
本当の自分の望み、これをしないと愛されないからやっていたんじゃないかと。それは親に対しても周りの人に対してもです。それをちょっとこう気づいていく時期に来てますよっていうふうに伝えてきてくれてるんですね。妊娠とか望んでない方がこちらを見て いらっしゃる場合でも、自分がね、その他人からの評価によって何か苦しんでいることがあるよというふうにね、言ってるんですね、高次元がね。そう。じゃあ、ここからね、生きやすくなるために。ね、アドバイスというかね、クリスタルカードで1枚もらおう。3番。ムーカイト、ジャスパー、ドリームタイム。へえ。なんか自分の持っているスキルを有効に利用してください。冒険に満ちた時が待ち受けています。心配はいりません。だって。結構こう、内側とね、外側のバランスが取れるように促してくれる、こちらカードで、ですので、やはり他人からの評価と自分の内側の声は違うんですよ。違っていいんですよ、と。その相手に調和することないんですよね。自分自身の内側の声に調和してくださいって言われてますね。ですので、結構私って、瞑想ができなくてもね、少し無になる時間を作ったり、お風呂に入って、湯船にまず使ってくださいね。お水を飲んで。というふうにも言ってますね。あと、自分の本当に望んでる恋愛像。会えなくてもいつも我慢してるとかね。お相手にぶつけたところでお相手はコントロールできないので、自分が望むことだけを考えていく。その頭の中に、お相手がこれをしてくれないという感情を持ちすぎないというふうにも、ある方にこうしてくれたというふうに思う感情を乗せてお話ししてくださいっていうふうに言ってますね。それは今一緒にいらっしゃる方、一緒にいらっしゃるパートナーでも連絡がない方でもそうなんですけれども、自分の内側と調和して目覚めの時を迎えてください。迎えられます。そうすることで迎えられます。そうすることで生きやすくなります。そうすることで家族とのバランスもとても取れていくし、家族も出来上がっていくと。出来上がる。家族も現れますということでございます。結構ね、この過去世からの出会いで本当に学びという学び、結構苦しい学びをされているのかなという方もいらっしゃるんですけれども、それをね、学びに来た。苦しいかもしれないけれども、それがあなたの魂を成長させる学びのプロセスであるということ。今必要で起こっているということ。それがあなた様が実は望んでいるんだということ。そしてそこからその家族を作っていくときに、瞑想とかして無の時間を作っていくこと、自分自身でね、自分を愛するというところに気づいていくと、ご家族を持って、子供さんがいて本当自分の時間とかなくなっていた時に一瞬目を閉じて瞑想しただけで泣いてる子供の泣き声は聞こえてるんですけども、例えば
なんとなくこう、無になることで、自分の中にあるハートが、怒りではなくて自分のハートに気づいて、あ、でも、この子授かったんだよねってほっとするとかね。そういう心になるということを伝えてきてくれていて、ですので、今お子さんいらっしゃらないとそういう心になるって言われてもどういう心かもちょっと想像つかないかもしれないんですけれども、よく泣くのでね、子供もね。好きなことができない時間もやっぱり増えるのは確かです。それ以上に可愛いですし、それ以上に産んでよかったなと思うんですけれども、そういう時期って必ず、これは必ず多分ある。全く泣かない子っていないので、そうだと思うんですよね。で、それを伝えてきてくれてるんですよね。楽に育児ができるようになるのもそう。自分のね、心を縛ることで、他人からの評価とか目を気にしていることで自分を縛って、苦しくなることをまずやめていきましょうということですね。自分の魂の、内なる声とかね、ハイヤーセルフとか、宇宙視点の私と私は思ってる、もう一人の私って思ってるんですけど、その宇宙視点のもう一人の私と肉体を持ってる自分の望みが一致しているってことが自由だったりとか幸せなんですね。そこに気づいていきましょうっていうリーディングでございました。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。何かお役に立てればと思います。今日も皆さんにたくさんの愛と癒しの光が降り注いでおります。ありがとうございました。はい、それではブラウンラビットさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。まずはあなた様の特徴を大天使オラクルカード、こちらで2枚もらいます。お願いします。なんか望むものは何でも手に入れるぜ。ぜって言って、そう聞こえてきたね。でも穏やかなんですね。なんかこう穏やかな感じがありつつも、望みが何かもはっきりしているし、そしてそれを手に入れたい思いが強いんですね。そっかそっか。強さがね、結構入ってきますね。強さ。ストイックとかね。ちょっとつ盲信みたいな感じ。まっすぐ、私なんですけど、融通きかないみたいな。私も結構そう、私はそういうタイプです、割と。なんかそういう匂いを感じるというか、一緒にしてごめんなさい。なんか、そう、なんかまっすぐも進んじゃう感じが入ってきます。それもいいですよね。そういう自分もいいと思います。気に入ってます。って思えば長所になるみたいな。そうですね。あと心の声をね、とか直感をここから聞いていきたいっていうかね、今もう聞いてらっしゃる方もいるけど、まだ聞けてないんだけど、なんかそういうこう心の声とか目に見えないことに対しても興味を持ち始めている方とかね、見てらっしゃるのかなっていう感じがしますね。まさにね、これが選んでくださったこの選択肢のカードもね、顕在化、マニフェステーションって言って、こう自分のねフォーカスしてるものが目には見えないけれども、こうもう引き寄せられてきてますよっていうカードなんですよね。
結構自分の壮大な映画っていうかね、私たちこう生きてるこう、状況って映画みたいな感じで、自分がフォーカスしていることが起こっていくようにできている世界なので、例えば辛い出来事があって辛いことにだけフォーカスしているとまた辛くなってだんだん下がっていくとかね、もうそんな感じですよね。うん。で、例えばそういう時に自分の心の声とかね、直感を信じてみよう。目に見えない世界もあるはずだと、やはり辛いからこそ思うっていうところを今日、こちらのね、方が感じてらっしゃるところにいるのかなって思いますね。では、現状、見ていきましょう。今日はタロットで3枚もらいます。お正然タロットください。あ、元気がいい。これちょっと多すぎるので、もう一回お願いします。3枚。じゃん。そっか。最終ピースがはまる前。何かこう必死で自分の人生を立て直していっている姿が感じられるんですね。なんかね、一人ぼっちとかね、こう辛かった感じが入ってくるんですけど、ただそれも今この心のピースが一つはまれば終わるよっていう風に伝えてきてくれていて、そのまま生きていっても、いいんですが、足元崩れやすいですよってね、言ってるんですよね。こうガタガタしてる。この足元というかね、表面だけ楽しんでいっても、そこは岩だらけとかね、ガラスだらけみたいな感じ。目には見えてなくても、そんな感じで入ってきますね。今もがいている感じがあるんですもんね。きっとここでこう辛さがあったからこそ立て直そうと思っているところにいらっしゃるんですもんね。そして自分を信じていきたい。私ならできると思うところにいるんですね。私が私を選んできて、選んで生まれてきた理由。2枚出てきたからいますね。結構強さと、心の表面に出てる強さと心の弱さのバランスが悪いのかもしれないですね。悪いってことはないんですが、こうバランスが取れてないんですね。そう、この地球にあなた様は自分自身を一番信頼することのために生まれてきてはいるんですが、それだけですか？もう一問なのか。自分の望みは叶えていいんだよっていうことを学びに来てるんですね。壮大な夢がありますか？その壮大な夢でもやる気を出せば、やる気というか、叶いますよって言ってるんですね。っ
でも、今までのように、目標を何が何でも手に入れるというやり方ではないんですよと。何が何でも手に入れるとか、何が何でもこうしなければいけないという心自体が、あなたを縛っています。だから目に見えない世界に引きつけられてきた。今引きつけられているということを伝えてきてくれている。そしてそのあなた様の描いている夢、もうすぐ叶っていくためのステージ変更ですね。が起こっていますよと。そう、時には一人と感じて寂しいかもしれないです。でもあなた様があなた様とつながって一人じゃないと感じる。まずはそこからですと。そこから、そこをクリアにしていくことで、この下が崩れているようなね、その状態、表面だけ例えば、私は結構そうだったんですよ。表面めちゃめちゃ明るくて幸せに生きてる感を出してたんですけど、実はめちゃめちゃ心が、こう、いつもなんかこう、満たされていない思いがあったんですね。それを結構伝えてきてくれていて、ですので、あなた様、私のことリーディングしてるのかしらそんなことないんですけどね。皆さん聞いてる方が多分こう似てらっしゃる方もいるのかな。そこが似てるところ方が見てらっしゃるのかなと思うんですけども。そう、その一人じゃないってまず気づいてくださいと。あなた様はこの地球に降り立った時にもうすでに一人で生きてもいいというか、人としてね、とても価値がある状態で生まれてきたので、価値があるので地球に生まれてこれたです、まず。そして、この人生であなた様が描いているその壮大な夢を叶えるには、あなた様があなた様自身を信じていくのが一番大事になりますと。ですので、今までは誰かに好かれようと、こう、2歩上がったら偉いねとかね。頂上まで来たら、何が何でも目標をね、恋愛でもそうですよね。こう手に入れたらすごいと言われるからやっていたこと。それをこう、その目に見えない力を今度は利用してね、幸せになっていきましょうっていうことなんですね。壮大。なんか、このマニフェステーションっていうカードも、あなた様が本当に描いている夢っていうのは、こう、夢で一回こう、世界に放たれて一回現実化して、実は本当に投影した世界、この地球でまた現実化されて2回こう作られているっていう考え方というかね。ですので、望めば望むほど、まず望みは放っていいんですよと。自由なんです、そこも。どんな、ことを、私、だから無理だよなとか思わずにですね、望んでみてください。このね、地球は波動でね、動いてるので、できないだろうなって思う波動を送るとできない状態のものが近寄ってくるんですね。例えば愛されてないとかね、愛してほしいとかもそうなんですよね。恋愛とかも一緒で、結構一人って出てるのでね、恋愛もちょっと苦しい方もいるのも感じられて、この物質的な世界で生きていくには、確かに目に見えていることっていうのも大切に感じるかもしれないんです。目に見えていることが一番大切に感じるかもしれないんですけれども、実は、目に見えていない世界、あなた様が今感じているその目に見えない世界を知っていきたいと思ったその心が本当あなた様を導いてくれていて、その世界での力というかね、その目に見えない力というのは本当にありまして、その壮大な夢をね、地球で叶えていくには、私たちの体って肉体は確かに見えているし、力は顕在化しているこの
肉体持っているものっていうのは 1% に満たないと言われてるんですね。ですので 99% のその見えない力を利用しない手はないというか、それを利用してみんな成功していってるんですよね、実は。っていうのをこう知っていく。そういうところをこれから意識していく。そのことによって自分のピースがね、思い描いた人生のピースがはまっていく。もうこれ、逆位置では来ましたけども、あなた様成功しますよっていうカードなんですね。ですので、ご自分がね、思っている以上に自分を過小評価していることによって、今の現実が起こっているので、まずはあなた様自身を信じるために、あなた様はあなた様自身を愛していくということ。もちろん、何でもあなた様自分にやってあげてください。なんでしょうね。自分が思う方法ですけどもね、整体とかエステとか、思いついたことでいくと、温泉に行くとかね。ただお水を飲むのも大切だし、お風呂に入るのも大切です。あとは、ちょっと筋肉を動かしてね、飛んでみたりとか、ジャンプしてみたりとかもね、ジャンプするようなこともあってもいい。バスケットするってことかな。筋肉動かすのも大事って言ってますね。あと、意図すること。例えば、このリーディングを見て、最終的に私はこれを見て幸せになりますって思ってみると、本当に幸せな結果が来るような感じ。ちょっと意味わからないですかね。ごめんなさい。例えば、飲み会に行って、今日もまた誰もいい人いないだろうなって思ったらいい人がいない。ただ、私はいい人がいなくて、いい人がいるいないではなく、楽しみに行っていて、最終的に笑顔で帰ろうと決めていくとかね。すると笑顔で帰れることが起こるみたいな。いるいないだけじゃなくてね、いたらもちろんいいですし、ただそこで少し、いや絶対いないよなとかって思いながら行くよりは、いたらいいよね、いたらハッピーだよね、みたいな方向とか、最終的に楽しく笑顔で今日の紹介でもね、紹介は終わりますとか、意図する、自分が心地よい状態で、この現場を仕事でもですね、終われるって意図してみるということを、伝えてきてくれていて、ちょっと自分を信じる、自分は壮大な、結構大きい企業とかね、聞こえてきてるので、やりたいことが明確な方もいるのかな。もう少し欲しいよね。あなた様を選んできたり。これ1番目の方にも出たかも。うさぎちゃんに。深い愛を知りたいんですって。深い愛を知りたいんですね。結構ね、お綺麗な方とか多いのかな。見かけっていうかね、自分の持ってきたその器ではなく、魂という部分で惹かれ合いたいという思いが強いんですね。それを学びにも、それも生まれてきた。あなた様のその器、結構綺麗って入ってくるんですよ。でもその綺麗だから幸せっていうイコールではないことも伝えてきてくれていて、その自分の持っているその肉体、持ってきた肉体、そっかそっか。その肉体で綺麗なのでモテるけれども、魂が響き合う恋愛はできてこなかった
女性としてもっともっと深く輝きたいし、一人の人を愛し抜きたいという思いが強いんですね。そういうのもあるんだね。ね、周りの方からはね、例えばお綺麗で、こう、いや、モテるでしょうみたいな感じに言われても、そうじゃないんだよっていうところを結構入ってきますね、今日ね。そういうのありますよね。じゃあ、ちょっとロマンスで恋愛をね、そう、これもそう伝えてるんですよね。周りからモテたとしても、本気でこう、魂が震える相手に出会いたいっていうのが結構強いんですね。もしくは、そういう方と復縁したいとかね。その人が来るのを待ってるっていう方もいるのか。深い愛を知りたいから、もう一枚ですね。こちらの方もね、過去世からのお付き合いですからね、結構こう、ツインレイっていう言葉に惹かれたりとか、そういう人との恋愛を求めてるとかね、求めてなかったけども出会ってしまったとかね、そういう方が結構いらっしゃるんですね。学びがね、深いからね、これは、そういう方と出会う方って、ここのカードの出方でいくと結構スケールの大きいね、誰かのためにというかね、もちろん自分のためになんですけども、人のためとか、自分の役割が結構大きい方がいて、ここからね、自分の魂を輝かせていく、その魂の望みを叶えていくために、この過去世からの出会いのパートナーと出会っているっていうことも結構というかありますね、この方はね。あるって来てますね。そう、なので、あなた様がもちろん、その魂が望んでいる女性として輝きたい、部分ももちろんなんですけども、その仕事にもね、それがこう出ていくというか、そのパワーが、まず先にね、仕事で大きな自立を求められているっていう方も大きいかもしれないですね。そっか、自立。これもなんか自立っていう感じもするんですよね。ここからどうしていけばいい？じゃあ最後このカードで1枚もらって、そう結構フォーカスしたものがもう引き寄せられるって言ってるので、こちらがね結構強いカードなので、見えたかな。そう、なんか自分を信じるためにじゃあ何していく？どうしたらいいっていうことなんですよね。結構自分を信じるっていうのが最終的にね、ちょっと難しかったです、私は。なんか、だいぶ整ってきたなと思いましたけど、最終的にその信じるっていうところに向き合わされた感じがしましたね。これは、カンババジャスパー。祖先とつながって創造のプロセスを理解するとき、過去を再利用しても、もっと可能性あふれる将来を想像できることがわかるはずです。
物事の見方を変えてくださいって来てますね。結構こう自律神経とかね。そっかそっか。一人と感じる。なんかこのカードから孤独、家族とのね、つながりが、これだっけ、孤独。そう、家族とのつながりがね、あまりこう、なかった方というかね、ご家族が、ご両親が揃っている方でも、あまりこう、いい関係がなかった方、もしくは、早くに亡くなられたりとかね、一緒にいらっしゃれなかった方、いらっしゃれなかった方、一緒にいない方ね、とか、いたのかなっていう感じが入ってきていて、そういうことか。そういうのもあってね、自分自身をこう、信じるとか、本当に何のために生まれてきたんだろうって思った時もあったんですね。そう。本当に、そういうことね。結構このカードが何か言いたそうなんですけど、あなた様が今まで流してきた涙が、泣きそうです。その涙一つ一つが、あなた様をあなた様らしくするために流してきた涙だそうです。ご先祖様が大丈夫だよって言ってますね。で、その一人って思っているかもしれないけど、みんな守ってるんだよとも言ってますし、ご先祖様がね。そう。あなた様は、起業とかね、本当に大きななんか、大きい会社作りたいとかね、なんか、すごく大きい、いくつもやりたいことあるとかね。今ないっていう方であっても、なんでないかというと、周りの外側の世界をね、意識しすぎて、これやっても得にならないよなとか、意味ないよなっていう意識が、癖で身についているからなだけなんですね。なので本当にゆっくり休んで、自分のやりたいことを、休むことで見つけられていくという方もこれからいらっしゃる。そう、たくさんの涙が、あなたのこれからの人生の強さになりますと。あなた様もその強さによって自分を信じることによっていろんな人を導いていくんだそうです。今起きていることによってあなた様の魂は実は喜んでいますって言ってますね。あなた様が変わるタイミングに来ていて、無理しすぎない、頑張りすぎるからうまくいくわけではないと言ってるんですね。時には休んでゴロゴロすることで、今後の人生のインスピレーションが降りてくる。そうですので本当にゆっくりしてね、瞑想もいいですし、お風呂に入ったりねして自分の好きな自分を愛するということをやっていくことで、目に見えない世界の強さというかね、考えたことは現実化するんだとかね、そういうことを感じられていくようなあなた様になっていかれるそうです。ですので結構こう生まれてきた理由って言ってしまうと、
じゃないと気づいて自分の強さ、自分を信じることで、忍耐や努力、その目に見えている世界だけの力じゃない力とともに、自分のやりたい道での仕事での成功ということをしに来てるんですね。結構こう大きい農業とかもね目指している方もいるのかなとか、移住を考えて何かやりたいと思ってたりね、ワイン作りたいとかビール作りたいとかもあるかもしれないですね。なんかこうそういうそういう大きい望みから、ハンドメイドでねイヤリング作ったりとか、そういうことまで、副業で始められることまでいろいろこう試していらっしゃる方もいるのかなと思うんですけど、なんか望みは叶うっていうのを自分でやってみんなに教えていきたいっていう思いもあるんですよね。そうだ。そっか、そういうことか。だからこのカードがね出て、そして女性としても輝きたいと。その魂のね、魂が惹かれ合う恋愛をしていきたいっていうのもある。結構ね、いろいろですね。これは一つだけじゃなくて、たくさん一気に叶うっても来てるんですよね。なんか、こう一個叶ったら全部こう、叶っていく感じが入ってくるので、その過去世の方ともね、ここからうまくいくっていうのも見えてますし、女性としても最大の喜びを得るというふうに、男性としてもね、最大の喜びを得ていく。そしてお仕事もね、自分を信じるっていうのも結構大きいキーワードで入ってくるんですけど、自分を信じるために自分を愛するところ、愛して愛して愛し抜いてください。どんな自分でも認めてください。いろいろその叶っていく過程にあるプロセスを今踏んでいる。心をとても大事にされていく。まだそうじゃないよという方でもここからされていって、このいろんな状況が展開していく感じが入ってきますね。結構これはね、物質世界で成功するっていうカードがね、結構出てるので、そうね、これもなんかそういう感じなんだよな。これも素晴らしいこう人生の始まりを感じます。もう見えているのでね、もう波動領域にこう願いは放たれて叶って待ってるので、あなた様はそれを受け取る。リラックスして心地よく今日も幸せであるということ、喜びや幸せを感じるというところに着目してみてください。ね、なんかこれも素敵なカードだったので、守られているのでね、とてもね。先祖からのね、守りがとても強い方なので、一人じゃないですよ。たくさん守ってくれてます。周りの方が。はい。ということで、私を選んで生まれてきた理由っていうのは、あなた様とてもお綺麗なので、恋愛だけで言っても、いろんな方とお付き合い、声をかけられることがあっても、本来の自分の心が、魂が喜んでいる方と巡り合っていない方ということ、ここから巡り合っていきますよ。もう巡り合って今復縁を待っている方もいらっしゃる、ということを伝えてきてくれてますね。その一番がそれなのか。一人じゃないとかね。
でもお仕事も結構そう来てるので、自分を信じることも、その過去世からの、その出会いもね、やはり自分が出会った時にどれだけこの方に運命を感じたかっていうのはやはり自分じゃないとわからないですしね。人からどう思われるとかも関係ないですので、自分の心を大切にするっていうところに着目していく。そしてとても大きな幸せを掴んでいってください。そんなリーディングでございました。また泣いてしまいました。なんか結構辛かったですね。辛いですよね。なんか辛さがね、とてもきました。一人じゃないですよ。まずは自分が自分と調和してください。魂、宇宙視点のもう一人の自分とよくお話ししてみてください。例えばね、こういうカードを買って、1枚。例えば、私も最近やってるんですけど、リーディング長く時間取れなかったので自己対話をしてたんですけども、こういう、例えばカード、なんか聞きたいことあったら、私の恋愛はどうなりますかとか言って、これはとかね、思うとか、何ですかね。ちょっと、カードじゃなくても、自己対話にカードを使ってみるというのも一つの手かなという思いですね。ね、これ出たら、ハートチャクラにちょっともう一回お伺い立ててみようとか、なんか自分で感じる出てきた言葉でいいので、聞いてみるのもいいかなと思います。自分をね、それがリラックスできる状態であればなおいいですし、別に何もしなくても、ただ疲れていて休みたいという方はリラックスして休む。ただゴロンゴロンして、それに罪悪感を感じなくなるまでやってみるとかね、そういうのでもいいと思います。いろいろ試しながら自分が自分を愛するってどういうことなのかね、感じていくことによって、この人生大きく動いていきますと伝えてきてくれています。はい、自己対話結構大切ですので、瞑想もそうですし、自分を知るっていうのが、自分を知っていくのも自分を愛すること。今こうやって考えてるんだな。嫌な自分も好きな自分もどう思ってるか。そう思ってるんだ。じゃあ、いいこと考えす。じゃあなんか幸せな嫌なこと考えてる自分に対しては、じゃあいいこと幸せな気持ちになること考えようって探してみてあげる。その繰り返しで新しい人生って開けていきます。で、なんか恋愛もすごく動くし、お仕事も動いていく感じが伝わってきているので、安心してここからもお過ごしいただければと思います。何か少しでも役に立てればと思います。今日も皆さんにたくさんの愛と癒しの光が降り注いでいます。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。泣いてしまいました。ごめんなさい。さようなら。